こんにちは、みどりです。皆様お元気でお過ごしでしょうか？今回のテーマは、正論が相手に届かない理由についてです。正しいことを伝えているのになぜか相手に届かない。そんな経験をしてイライラしてしまった方もいることだと思います。このトークでは、なぜ人は正論を素直に受け取れないかを心理学的な視点から解説して、その上で相手の心に届く伝え方とはどのようなものなのかを考えてみます。では早速始めましょう。親が子供にもっと勉強しなさいと叱る。上司が部下にもっと丁寧にやるべきだと注意する。夫婦の間でそれはあなたが間違っていると指摘する。どれも言っている内容だけを見れば正しいかもしれません。でも言われた相手が素直に受け入れるとは限りません。返事をしなくなったり、不機嫌になったり、わかってるよと投げやりに返したりすることもあるでしょう。言った側からすれば、正しいことを教えてあげているのに、どうして伝わらないのだろうと、イライラしてしまうかもしれません。ただ、ここで見落としやすいのは、人は正しさだけで動いているわけではないということです。ではなぜ正しいことを言われても相手は素直に受け取れないのでしょうか？一つ目の理由は、それが攻撃として受け取られてしまう場合があるからです。人は自分が否定されたように感じると、心の中に抵抗が生まれるものです。たとえ相手の言っていることが正しいと分かっていても、その言葉が自分を否定するものとして届いてしまうと、内容を受け止める前に自分を守ろうとする気持ちが先に出てしまうんです。例えば、そんなやり方ではうまくいかないよと言われたとします。言った側は親切のつもりかもしれません。失敗しないように教えているつもりかもしれません。ただ、言われた側は自分のやり方を否定されたと感じ、嫌な気持ちになることもあるでしょう。そしてその感覚が心のシャッターを下ろしてしまうんです。一方で、ここまで一生懸命やったね。もう少し楽にできる方法があるかもしれないよ。それを一緒に考えてみないと言われたらどうでしょうか？同じように改善を促している言葉でも、受け取り方は変わるでしょう。そこには、これまでの努力を認める姿勢があり、責めるのではなく、支えようとする気持ちが感じられるからです。正論が届かないのは、内容が間違っているからではありません。相手の心が閉じてしまう形で届いているからです。人は否定されたと感じると、それを攻撃として受け取り、自分を守るために心を閉ざしてしまうことがあります。正論が相手に届かない2つ目の理由は、人は納得する前にまず感情で反応するからです。私たちは自分では理性的に物事を判断しているつもりでも、実際には感情の影響を強く受けています。誰かから何かを言われたとき、人は
その内容が正しいかどうかを考える前に、この人は私を分かろうとしてくれているのか、責めようとしているのではないか、上から目線で見ているのではないかといったことを先に感じ取っているんです。厳しいことを言われたとき、後から冷静に考えれば、確かにその通りだったと思える場合もあるでしょう。でもその場では腹が立ったり、悲しくなったり、恥ずかしくなったりするものです。その感情が強いと、相手の言葉を落ち着いて受け止める余裕がなくなり、気持ちに押し流されてしまうことも珍しくありません。例えば、仕事でミスをして落ち込んでいる人に対して、確認不足だったよねと伝えることは、内容としては正しいかもしれません。ただ、その人がすでに深く落ち込んでいるときに、その一言だけを投げかけると、相手はさらに追い詰められたように感じるでしょう。同じ場面でも、大丈夫？大変だったねと相手に寄り添った上で、次に同じことを防ぐために何ができるか一緒に考えようと言われたらどうでしょうか。相手は少し安心できるかもしれません。感情を受け止めてもらえると、人はようやく考える余裕を取り戻せるんです。人を動かすには理屈の前に感情を受け止める姿勢が必要です。感情を無視した正論は相手にとって冷たい言葉に聞こえやすく、心の余裕を奪ってしまうこともあるからです。正論が相手に届かない3つ目の理由は、自由を奪われたと感じさせることもあるからです。人はこうしなさい、普通はこうするべきだと強く言われると、自分の自由を奪われたように感じることがあります。すると、たとえ言われた内容が正しくても、心の中に言われた通りにはしたくないという反発心が生まれるんです。これは子供だけに起こるものではありません。大人にもよく起こります。それはやめた方が良いと強く言われれば言われるほど、自分でもやめた方がいいと分かっていても、素直にその言葉を受け取れず、かえってやめにくくなってしまうでしょう。人には自分で考え、自分で選びたいという欲求があります。誰かに無理やり変えさせられるのではなく、自分で考え、自分で決めたいんです。押されれば押されるほど押し返したくなる。これは相手がわがままだからではなく、人の心に備わっているごく自然な反応と言えるでしょう。そのため、相手に何かを伝えるときには、逃げ道を塞ぐような言い方ではなく、選ぶ余地を残すことが欠かせません。こうするべきと断定するのではなく、こういう考え方もあるかもしれない。あなたはどう思う？と問いかける方が、相手の心に届きやすくなるでしょう。ここで大切なことをお話ししましょう。相手に何かを伝えたいとき、最初から正論をぶつけるよりも、まず相手の気持ちや背景を受け止めることが欠かせません。つまり、相手に共感する姿勢が必要なんです。ここで言う共感とは、相手に同意することではありません。
相手の考えや行動をすべて認めることでもありません。共感とは、あなたにはそう感じる理由があったんですねと相手の立場に立って相手を理解しようとする姿勢です。たとえ相手の判断や行動が間違っているように見えても、その奥には不安、焦り、寂しさ、恥ずかしさ、恐れが隠れていることがあるからです。例えば、部下が報告を遅らせたとき、責任感がないように見えるかもしれません。しかし、叱られるのが怖くて言い出せなかった可能性もあります。その背景を全く見ずに、なぜ早く言わなかったのと正しさだけを伝えると、相手は分かってもらえていないと感じ、ますます恐怖心を強めてしまうでしょう。一方で、何か言いにくい理由があったのかな、自分でもどうしたらいいかわからなくなっていたのかなと受け止める姿勢を見せると、相手は心を開きやすくなるでしょう。人は自分を分かろうとしてくれる相手の言葉なら、自然と耳を傾けられるようになるんです。それからもう一つ意識したいのは、人は押し付けられた答えよりも自分で見つけた答えの方が受け入れやすいということです。どれほど正しい助言でも、こうしなさいと一方的に言われると、心のどこかで反発が生まれます。一方で、自分の中から出てきた気づきには納得感が伴います。そのため、相手を正しい方向へ導きたいときほど説得しようとしすぎないことです。正論をそのまま差し出すよりも、相手が自分で考えられる問いを投げかける方が心に届きやすくなるでしょう。それは間違ってるよという代わりに、それを続けたらどんな結果になりそうかなと聞いてみる。普通はこうするべきだよという代わりに、本当はどうなったらよいと思っていると尋ねてみる。こうした問いかけは相手を責めるためのものではありません。相手の中にある本音や迷いに自分で気づいてもらうためのものです。人は誰かから無理に変えさせられるより、自分でこうした方が良いと気づいたときに動き出したくなるものです。もちろん問いかければすぐに相手が変わるとは限りません。人の心はそれほど単純ではないからです。それでも相手に考える余白を残すことで、少なくても心を閉じる可能性は低くなるでしょう。正しさを押し付けるよりも、相手が自分の足で一歩踏み出せるように関わる方が、結果的には良い変化につながりやすいんです。最後にもう一つ大切なことをお話しします。それは、正論を受け入れてもらうためには、しっかりした関係性という土台が必要だということです。同じ言葉でも誰が言うかによって受け取り方は大きく変わるものです。信頼している人から言われると、少し厳しい言葉でも受け止めやすいでしょう。一方で、普段から否定されていると感じる相手から言われると、たとえ内容が正しくても反発したくなるものです。つまり、言葉の力は言葉そのものだけで決まるわけではありません。その人との関係性によって伝わり方が変わるんです。
普段から相手の話を聞いているか、失敗した時に責めていないか、相手の努力や良いところにも目を向けているか、自分の主張だけを言い張っていないか、こうした日々の関わり方によって、いざという時に言葉を受け取ってもらえるかどうか決まるんです。普段は無関心で問題が起きた時だけ正論を言う。普段から否定が多く、相手が弱った時だけ助言をする。そのような関係では、どれほど正しい言葉でも届きにくくなるでしょう。反対に、日頃からこの人は自分を分かろうとしてくれていると感じられる関係があると、厳しい言葉にも信頼が宿ります。相手は責められているのではなく、支えようとしてくれていると受け取れるからです。正論を伝えたいなら、言葉を選ぶことも必要ですが、同時にその言葉を受け取ってもらえる関係を普段から育てておくことも欠かせません。ということで今回は、正論がなかなか受け入れられない理由を心理学的な視点から解説し、その上でどうすれば相手の心に届くのかを考えました。ここまで見てきたように、人は正論だけではなかなか動きません。正しいことを言われても、責められたと感じれば、心は閉じてしまうでしょう。自由を奪われたように感じれば、反発したくなるものです。感情を無視されれば、内容を受け止める余裕を失ってしまいます。とはいえ、正しいことを言ってはいけないというわけではありません。正しさが必要な場面はあります。間違いを見過ごせない時もあります。相手のために勇気を出して伝えなければならないこともあるでしょう。ただ、正しいことを言うだけでは、人の心は動きにくいんです。相手が受け取れる形にすること、感情を置き去りにしないこと、相手の自由を奪わないこと、考える余白を残すような問いかけをすること、そして普段から信頼の土台を作っておくこと、こうした関わりがあって初めて、正しさは相手の心に届きやすくなるものです。正論は使い方を間違えると、人を追い詰め、関係を傷つけてしまいます。一方で、相手を思う気持ちを添えて、適切に届けることができれば、その言葉は気づきのきっかけとなり、人間関係をより豊かで温かなものにしてくれるでしょう。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。これからも時々心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。